はいどうもこんにちは、レアです。今回はですね、発売からだいたい2年経つということで、改めて月光河の解説をしようと思います。いろいろ考えが変わった部分があるので、昔の動画と比較してみても面白いかもしれません。ではまず月光河の立ち回りについて話します。月光河はニュートラルの差し合いが強いキャラで、ニュートラルの差し合いっていうのはこういうお互いが地面で自由に動ける状態のことですね。で、この状態での差し合いが強いキャラです。全キャラトップの差し返す性能を持っているので、相手の技を後出しで買っていくキャラになっています。でいわゆる待ちキャラなので、攻めたいという人にはあまり向いていないかもしれません。で、この差し合いが強い反面、対空とガード、崖上がりがちょっと弱めになっています。なので基本は、この横の差し合いを多くしてリターン差を作るのが理想です。使い始めの方に多いのが、こういう崖上がりさせられてるみたいな不利な状況で、ジャンプ上がりから空 N とかを当てに行ってリターンを取ろうとしてしまうみたいなのが多くて、そういうのをせずに、基本こういうのは、とりあえず地面に戻って、この状態に戻す。で、横の差し合いして DA で火力を取るというのを徹底すると安定につながります。はい。で、ニュートラルの差し合いについてなんですけど、本当に DA の精度が大事です。マルキナみたいな、リーチ長いし、着地隙も少ない空中攻撃を持っているキャラ相手にちゃんと差し返しをするのは難しいんですけど、これができないと本当に勝ちようがないと言っても過言ではないので、できる限りこれの精度を上げてください。パルセラの空前も理論上は全然 DA で取ることができます。で、ここをミスると相手のターンが続いてしまって、かつ自分の触れるところもほとんどなくなってしまって、対空で空語振るとか、空前を当てに行くみたいなことしかできなくなってしまって、立ち回りも苦しいので、とにかく DA の精度を上げてください、まずは。で、そういう技を振ってくれない、相手が攻めてくれないってあって困った時にたまに打つのが水手裏剣です。これを使ったら相手はどこかで嫌がって、これにジャンプで飛び込んでくるということが多くなるので、そのジャンプを誘って、ジャンプしてきたら引いて差し返す。というのをひたすら狙うキャラです。なので本当に自分から行かないのが大事ですね。自分から行ってしまうと、この DA を相手にガードされて、つかみだったり、上スマッシュで反撃だったり食らってしまって、相手のターンだったり、バーストになってしまったり、あとはとりあえず安定行動の引きジャンプで様子見されて、DA 空振られて逆に空前で差し返されるみたいな、普段月光河がやってることを引きジャンプで応用してるみたいなことをされてしまうので、自分からは絶対に行かない。行くにしても、本当に1ストックに2、3回程度みたいな、それぐらい待ちに徹底した方が強いキャラです。なので攻めっ気強い人には本当に向いてないかもしれないです。改めて言います。結構、ガン待ちキャラなので、そこら辺好めない人はちょっと使い続けるのは難しいかもしれません。はい。じゃあ次は主要技の解説に行きます。はい、1個目は DA です。まあいつものですね。月光河の要です。差し込みや差し返しに使えて、当てるとコンボが始動します。で、基本はこれで、相手の空中攻撃だったり、掴みだったり、そういう後隙を殴りに行くっていうのが多くなるので、これをとっさに出せるようにするために、C スティックを強攻撃にしておくのをお勧めします。でこれを当てた後は基本空砲で大丈夫です。一応空砲じゃなくても DA 当てた後、上スマが確定するんですけど、これは外変更されると、上スマが当たらなくなってしまって、で、当たらなかった場合に相手に反撃を食らうので、もう悩んだらとりあえず空母でいいです。で、この DA 空母のコンボは 0% から 90% 程度までずっと確定するので、困ったらとりあえずこれで火力を取っておくのが大事になります。ただ、結構、いろんな方が、この DA を無料技、まあ、反撃が取れない技だと思ってる人が多いんですけど、ガードされると13フレームの不利を背負うので、ルキナーとかマルスとかの上スマも間に合うくらいの不利フレームはあるので、ガードには注意してください。で、2つ目は空語。前まではこの枠はちょっと空前だったんですけど、立ち回りで振る分には空語の方が便利だったので、こっちを優先します。発生が優秀で、対空で当てられて、対地で当てると、ダウン展開になりやすい。ちょっと溜まってると、対地で当てるとダウン展開になる。で、これを置き詰めで DA に行ける。
あとはまあ復帰阻止とかですね。まあいろんな場面で使うので、とりあえずこれができないと結構月光画を使うのは厳しいかもしれません。下強とかからも反転空母だったり、DA からも反転空母だったり使うので、反転空母はとっさにできるようにしましょう。はいね、3つ目は下強です。まあ主に撃墜を狙うときに使います。80から120ぐらいですかね。だいたいそのあたりで、80ぐらいだったら下強上様。で、120、110とか、まあ、100を超えてきたあたりから下強空前。ここら辺で撃墜が基本になります。で、これをね、狙おうと思った時に、結構、とっさに出すのが、ガードから出すと遅いので、基本はジャスガから、ジャスガを狙って下強、もしくは、ダッシュから下強、スノボ回避から下強のどれかで当てに行くことが多いです。で、これ、下強を外変更されると、上スマが当たらなくなるんですよ。ただ、ダッシュから下強すると、滑るんですよね。このキャラ。なので、ダッシュから下強すると、外変更されても、上スマが繋がるというのがあるので、これは覚えておいてください。結構よく使います。なので、滑り下強はもう、当たったら終わりです。はい、じゃあ4つ目は空 N です。下強と似た飛び方をするので、同じようなコンボが入ります。空 N から空前だったり、空 N から上スマだったり。で、下強と違って、これは相手にガードされても、マイナス3フレーム。まあ、ほとんど反撃がない。ミスターゲーム&ウォッチの上 B だったり、ドクターマリオの上 B ぐらいの発生がないと、反撃が取れない技になっているので、下強よりリスク少なく撃墜を狙える技っていう感じですね。ただ、予備動作が結構わかりやすくて、相手にガードされやすいんで、通すのが難しいです。狙うときは、相手の目の前でジャンプをして、透かしジャンプから空 N とかで、相手につかみを空振らせるイメージで使うようにしましょう。はい。で、5つ目が空前です。まあ、基本は撃墜を狙うときだけに打つ技ですね。相手が 120% 前後のときに、まあ、下強だったり、空 N だったり、で、撃墜を狙うというのもそうなんですけど、もう本当に困ったら空前をひたすら押し付け続ける。この空前を引きながら先端当てすれば、基本的に半角を取ることができないので、迷ったら空前の前をするのも一つの手です。もう崖上がりする相手にひたすら押し付けるというのも一応ありです。ただ読まれると相手に飛び込まれて、まあ、フォックスだったらダッシュウエスマーみたいな、発生が遅いので、潜り込まれるのには注意が必要です。で、6つ目が、つかみですね。このつかみ自体の性能は微妙で、まあ、当ててもそこまでリターンがあるわけじゃないんですけど、まあ、他のタクで、ガード以外の全てのタクは大体どうにかなるので、あとはガードで固まる相手をとりあえず崩すためにつかみがたまに必要になります。ただ、相手がどっしり構えているところにつかみに行くと、どうしても後隙がでかくて、撃墜リスクにつながりやすいので、あくまで相手が来るところに振り向きつかみを置くだとか、ダッシュからその場つかみすることによって後隙を減らすとかの工夫が必要ですね。まあ、ダッシュからガード張ってその場つかみとかでもいいです。ダッシュつかみしちゃうと結構これをその場回避された後にスマッシュ食らってオダブツみたいな展開になりやすいので、できる限りダッシュつかみは使わないようにしましょう。一番使用頻度高いのは振り向きつかみです。これはパルテナの振り向きつかみよりも長い判定を持っているので、まあ、困った時にこれをして、崖に出して、ここで復帰措置をするみたいな展開を作れると、特に楽になります。はい、いかがだったでしょうか。他にも細かい技の使い方はいろいろ変わるんですけど、そこまで説明するにはちょっと尺が足りないので、今回はここまでとさせていただきます。はい。よかったら、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。